ティグラドンのジョンです。今回はね、JWC からやっていきたいと思います。最近ね、流行ってる新しい戦術、クイヒーライダーをね、やってみたんですけども、100% と 98% ということでね、惜しくも星6取れずというところでしたが、今回もね、自分の所属してるクランがね、ナビのメンバーだったり、あとは GS とかね、その辺の結構強いメンバーがね、揃ってますので、その辺のリプレイ見ていきたいと思います。早速やっていきましょう。はい、というわけでやっていきたいと思います。クイヒーライドラですね。冒頭にも言ったんですけど、リターンの呪文を使う形というところで、イーグル砲の方をクイヒーで拾って、3時の方がね、これテスラが出てくるのがね、秘書権なので分かっていたので、そこを引っこ抜きつつのシューターセットという形になります。これがね、結構ね、時間なくてね、JWC がね、毎回なんかイベントと被ってしまって、この日はね、バーベキューがあってね、午後のまでね、結構ポーカーとバーベキューがね、同時にある日だったので、早めに、やべえ。これ攻めないと間に合わないってなっていうところでね、気づかなくて、ちょっとね、バーベキューの方にね、15分遅刻してこの対戦をね、攻めました。JWC のためにね、15分遅刻しました、これ。半分以上が集合時間には来てませんでしたが。そんなこんなでね、急いでクイヒーライドラやってるんですけど、結構ね、プランが簡単っていうか、シンプルなので、プランない人にも結構おすすめですね。そんなに作り込んだプランじゃないので、大雑把にドッカーンといけるので、僕のようなね、もう現役を退いた身からしてもね、結構やりやすい戦術の一つなので、大雑把に動かすだけでもいい部分はね、あったりするので、結構ウォーデン左に寄せつつ、ライドラの比率もね、少しずらしてるような感じになりますね。で、マルチ IT の方も最初フリーズかけつつ、レイジタワーもね、重ねて止めたことによって、この辺ね、ライドラが被弾受けないような状況を作ってて、対地クロスっていうところもあるので、ここモノリストタウンホール以外からね、空に、反応する防衛施設がないというところでね。で、レイジタワーの方もフリーズかけたことでね、上にかかる対地クロスとかもね、レイジタワーが乗ってないというところでした。で、今回貫通させていく必要があるので、ここまでゴリゴリに押していきます。はい。ドカンと一発決めていって、これが気持ちいいね。結構ライドラのね、ヒーローペットはね、ウォーデンに関しては結構、フェニックスが選べるときはね、フェニックスが強いかなと思ってます。でもぶっちゃけキングにつけるヒーローペットが優先かな。で、キングどこに使うか結構迷ったんですけど、時間もね、この時点で1分ぐらいあったんで、本当はね、12時キング使って、クイーンをね、真ん中持ってこうかなと思ってたんですけど、余力がありすぎるんで、クイーン流してロイちゃん流すだけでいいやって感じで。結果的にはね、こんな感じで3ヒーロー残っての前回でした。はい。一応それ用のウォールブレーカーも持ってきてたんですけど、あまりにも綺麗に削れたんでね、いいや、クイーン流そうって感じでした。うん。2本目もね、比較的いい感じにはね、攻めれてたんですけど、最後の方にね、リックスキー1本ヒットしちゃって、時間の方がギリギリ間に合わず、火力的にはね、ギリちょっと厳しいかな、どうかなぐらいの 98% でしたね。割とギリギリだった。そんな感じで、刺さる配置を選べばね、ちゃんと強い戦術かなって思いますね。刺さらない配置に無理くりやると多分伸びないんですけど、JWC の場合はね、配置が20個もあるので、20個、最初の方にね、攻めた人がいくつか村を削ると言ってもね、10個ぐらいかな。そんぐらいから選べるってなると、ある程度ね、一番やりやすくいいかどうかはさておき、できそうな配置ぐらいは出てくると思うんでね。個人的には結構、戦術が結構簡単なので、ライドラを活かすことは結構大事な要素なのでね、そこで失敗してるアタックね、ちょいちょい見かけるんですけど、奥は深いけど、他の戦術よりも割と簡単にできるので、おすすめの戦術の一つですね。さあ、クラウス、クイヒーラバル。これ強いね。この真ん中マルチ IT イーグルゾーンをクイヒーでこれかっさらうことができたらめちゃくちゃ強い上に、これ、クイヒーに当たる火力が低いと、対地クロスとかがね、もう四隅に置かれてるようなタイプでバランスがいいので、一つをクイーン、一つでキングというところで、内側に入った場合にね、かかる対地クロスがね、もうほとんど、あって1個。うん。中心部ね、ここ入っちゃえば勝ち確ですね。あとはタウンホールの方からラバルをするだけというところですね。呪文の方もレイジにフリーズ4というところで結構ふんだんに積んでる形になります。フェニックスの方がね、インビジブルタワーを解除してくれて、もうイーグル終わるぐらいでラバル始める感じになるかな。ダイクがレイジ化したのでかなり時間はかかってるんですけど、タイミング見計らってのだと。で、ここはラバーは通さずにマルチ IT タウンホールをフリーズで固め続け、もう一回かな。もうトームで行くんだ。なるほど。
フェニックス通ってたしね、ここ。初手トームで飛ばしていって、タウンホールだけかっさらいつつ、ここから普通のラバルを通していくという形。で、反対サイドクイーンと当たるところをちゃんと見てたので、これはクイーンと当たるところ、速攻のクロークでクイーンを処理していって、奥にレイジェ。まあ、ラバルの方はね、フリーズ3発とヘイスト1発あるんでね、ユニット残ってれば OK でしょうというところ。ラストフリーズかけつつ、ロイヤルチャンピオンもクイーンも生き残って、裏にもフリーズがあって、ヘイストもかけて、すごい豪華な呪文の使い方ですね。最後のフリーズもね、まあ、打っても打たなくてもって感じですが、GG。はい。キングを固めてストライカー処理と。圧倒的。クラウスはね、星6でしたね。さあ、カズマくん。これもうまかったっすね。というか、そんなプランになるんだって感じなね。クイヒーリガホグのリターンの呪文なんですけど、シューターのターゲットをね、まずアーチャーで拾うことで、シューターに被弾が入らないようなことをしてから、クイヒーパートがスタートしていくと下側からね。ヒーラー4体です。なかなかね、ディガホグっぽくないんですよ。それがね、ようこれでっていう、すごいプランだねっていう感じですよ。まあ、発想としてはどういう感じなんだろうな。タウンクイヒー美味しそう、シューター刺さりそう、合わせんのディガホグなのかみたいな感じなのかな。どっちかっていうと、クイヒー決まった後に合わせるユニットを選ぶのがね、一般的だと思うので、ここがディガホグ刺さりそう。だからここをクイヒーしようではなく、ここクイヒーしやすそう。合わせるのはこれならディガホグかなっていうのが基本的なクイヒー使いのユニットの選び方なので、まあ基本そういう選び方してるんじゃないかなとは思うんですけど、ただまあここのね、ここまでは理解できますよね。タウンホールフリーズかけないとヒーラーの方がね、やられてしまうので、ここはタウンホール潰しつつ、リターンの呪文で回収をしていきつつ、まあその隙にね、9時の方がシューター大暴れ中です。はい。ここから3時にクイヒーを展開して、まあ、6時側がね、がっつり削れてるんですけど、まあ、そこがね、もうディガホグのためのサイドカットのようにもなっていて、ディガホグを真ん中通していくと。面白いですよね。10日弊社でもバトルドリルでも何でもなく、シューターが刺さりやすいからシューターは9時。そして3時からクイヒー流して、まあ、援軍処理もね、ディガホグで見ていくタイプのディガホグです。はい。ここはトームも一緒に混ぜていって、レイジを置いてというところで、まあ、中心部結構ごちゃごちゃするような感じにはなるんですけど、もう、とりあえずトームで押していくような状況。なかなかこれは珍しい形かなというところで、キングは12時からというところで、あんまオーソドックスなディガホグではないんですけど、これがね、余裕を持って前回を取っちゃうんですよね。まあ、カズマくんってちょいちょい、アフェリオン時代もね、タウンホール14のアフェリオン時代もね、結構ディガホグやってんな、みたいな印象は僕の中であったんでね。クイラバー以外の戦術で結構ディガホグだったり、ドラゴン系だったりね、天才ラバルだ、天才系とかね、ちょいちょいやってる戦術の一つだったので、まあ肌感的に結構ディガホグって計算された攻めというよりは、肌感的にこれならいけそうみたいな選択理由にはなることが多いと思うので、まあ、これならいけそうって思えたんだろうね。キングもクイーンも、とか4ヒーロー残って、フィストも残って、クロークも残って、フリーズも残ってということで、圧倒的全開なんですよね、これが。まあなかなか、まあ選ばれづらいディガホグ。まあこれをファーストチョイスする人はいないと思うんですけど、このディガホグをね。見事なぶっ刺さりですよね。強い。それとね、クイヒーライドラもう一本前回生まれてたので、こちら紹介したいと思います。ライドラ6体型で。迫撃かなこれは迫撃カットでシューター伸ばしてみたいな感じなのかなそしたら3時は。そうですね。3時にシューター置きつつ、で、これリターンの呪文は使わないでクイヒーただ流して、タウンホールの方からライドラレッツゴーって感じですね。まあ、ここならもう、そうですね。援軍が簡単に釣れるので、まあ援軍は、エレクトロタイタンというところ。迫撃砲がね、これ燃焼ダメージのね、範囲ダメージで解けるんですよ。こうすることでも迫撃に対するやられがね、ないんでね、シューターぶっ刺さりですね。まず、クイヒーをただ流すだけでいいという難易度の低さっていうところと、シューターもこれね、迫撃カットしただけで自動で強いというところで、あとはもうライドラッシュをね、真ん中通すだけっていうところで、やっぱ戦術の難易度としてやっぱかなり低い戦術ですね、これは。
キングを展開して、サイドカットとして使っていって、非常にオーソドックスというか、分かりやすいプランですよね。結構早めなんですけど、5カターンホールの方もフリーズかけて、フリーズかけて、フリーズかけて続けていきます。いいチェインが入りつつ、ここでトルネード。ギリギリの HP だったターンホールなんですが、ここは落とせず、クイーンの方は相手のクイーンに対して黒く打って、ターンホール爆破がここで入るんですが、通り越していくような状況になっていて、インビジブルタワーってね、時にこういう逆効果を生みますよね。マルチの方までね、ライドラが綺麗に進んでくれまして、キングも残って、シューターの方がね、やっぱさっき言った通り、生き残り続けて、クイヒーがちょっともったいなかったんだけど、レイジフリーズ打ったんですが、生き残ることができず、これでも全開取れてるんですよね。クイヒーのルートはね、しっかり確保して、めちゃくちゃ強いルート取れてるんですけど、ロイヤルチャンピオンがその代わり、そのルートを引き継ぎです。で、ライドラパートがね、ターンホールにも、ポイズンにも受けなかったっていうのもあって、ここまで伸びて、シューターからね、ライドラ、じゃあいいや、スーパードラゴンとロケバルとロイヤルチャンピオンも能力残ってるので、貫通して GG と。この戦術においてライドラが生き残って終わることって結構珍しいですね。ライドラ6体編成。やっぱ、ライドラの延命結構大事ですね。その分、クイヒーは火力の低いところを通してあげて、呪文を少なめに済ましてあげるっていうのが、呪文配分としていい形かなと思います。特に今のはあれですね、リターンの呪文がない分、ないパターンも結構、呪文のね、枠数が2枠分増えるので、結構流行ってるのはリターンの呪文が入った形ですけど、脳死で入れないで今みたいな使い方も強いですね。今回、スタドラ、援軍釣りをイエティでやりつつ、対地クロスの方を、一つイエティでやっていくような状況。火力もかなり低いところなので、レイジもなしで、援軍も連れてっていうところで、美味しい突撃艦になってますね。このまま4時のね、大砲とエリクサーポンプのところ開けつつ、真ん中投石機のところまでウォールブレーカーで狙っていく流れになりますが、もうめちゃくちゃ強いですね。ターンホール真ん中のタイプの配置に対して、がっつり貫通させて、投石2本ターンホール。あとはロイヤルチャンピオンとかクイーンとかはね、距離が遠いのでラバルパートの処理になるっていうところで、イエティカットも入れつつ、3時のマルチ相手に関してはキングに見ていくような状況です。これクイヒーパッドのルートめちゃくちゃ強いかな。最初の方に見たね、クラウスの攻めと割と近い部分がありますかね。このままキングの方も余力たっぷりなので、マルチ飛ばした後に、ロイヤルチャンピオンもね、潰せそうですね。インビジブルタワーもね、発動していきつつ、クイーンの方がぐるっと動くんですが、ここはインビジブルで、ヒーラーもね、しっかり隠れてたみたいだね。でこの後ターンホール、投石機の方を打てるような状況になっていって、キングがフェニックス終わった状況からロイヤルチャンピオン。こうすることでね、フェニックス状況のキングでしっかりタンクをさせることができます。火力が高いところがね、ロイヤルチャンピオン当たってしまってるので、ここはフリーズかけつつ、ウォーデンのライフオーラにギリギリですが入れていって、ストライカーも混ぜつつの透明。モノリスからのね、攻撃をめちゃくちゃ受けてしまっているので、クイーンに当たらないっていう意味でもいいですね。ストライカーたちがようやく進んでくれつつ、ディギが止めたんですけど、その隙に、トームとフリーズでモノリスから撃たれたところはケアしていって、ラスト呪文がたくさん残ってるので、ぐるんぐるん使って終わりです。クイーンも黒く持ちつつ、対空を追って、ブレーカーとかも裏で出して、余裕ですね。ルート取りが非常に強いっていうところと、シンプルにぶっ刺さってたかな。レイジフリーズっての GG。これはかなり弱点をついたいいクイヒでしたね。エンブレムっぽい配置でした。本日最後にね、ドラゴン系の攻め見ていきたいと思います。あんまね、今の環境でドラ系のね、攻め見たことないんですけど、ライドラカットと対空砲に対してはドラゴンライダー。リジがね、結構ドラゴンやってんのあんま見たことないなって感じなんですけど、超早めのトーム。初手トーム。ドラ系だと結構使われるような感じの初手トーム入れつつ、後で突撃艦をね、確かスパウィズだったと思うんだけど、中身に入れて、タウンホールの方まで届かせていくような形。
あんまり今の環境で見ないですよね、この攻めね。まあ、ドラゴンがね、結構奥地まで行ってくれてるので、しっかりこの突撃艦は取っていくと。フランジオもいいタイミングで潰せてるのでね。潰せてたんですけど、間に合ってなかったですね。間に合わず。さあ、インビジブルタワーが発動したことで、スーパーウィザードは壁を殴ってしまうんですが、終わった後にここでタウンホールを殴り直しと。裏のポイズンタワーまでここで解除ができたのは強いですね。さあ、援軍の方は、これポイズン置いていきたいんですが、置けていけない。さあ、ロイヤルチャンピオン脱出。これ気づいてなさそうですね。さあ、スケルトンの呪文モノリス打ったんですけど、ちょっと、キングの方にね、モノリスのターゲットがもうすでに入っていったので、ここは落ちてしまいつつ、さあ、キングに対してキングを当てるような感じ、ポイズンもこっちに打てなかった分、当てていきつつ、ストライカーの方は溶けちゃったかな。クイーンがむき出しになってしまったんですが、ここはフリーズをかけつつ、ロイヤルチャンピオンが逆サイドからクロスボウ届いて、さあ残りフリーズどこに打つか結構迷うところですが、ブロックを持ってるんでね、基本クイーン延命で、ドラゴンという戦術だって結構展開も早かったんでね、時間の方も間に合っての全開でした。さあまあクロークも打ちつつ、結構怪しいアタックにはなってますね。裏から来たドラゴンの HP もレッドゲージというところですが、まあ、ユニコーンが生き残ってることと、まあ、やっぱ、この系統のね、攻めはね、ヒーローパートがどれほど伸びるかっていうのは本当に大事なので、さあ火力の高いところに施設しっかり固めて、ウィズ島は無視していい火力というところ、さあ、火爆1個で解けるドラゴンでしたね。さあ、ぐるぐる回っての全開でした。はい、というわけでね、JWC 今回はやっていきました。星さんは攻め残してましたね。というわけでね、まあ、すごくいい面までできてるので、プレイオフの方も進出するみたいなんですけども、まあ、なかなかね、ちゃんと時間取ってプラン取れる対戦がなかったので、今までずっと、プレイオフね、しっかり考えてできればいいなぁと、ほんのり思っております。はい。というわけでね、今日はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価します。またのしょう。そら